はい。それではですね、2027年3月期第一四半期の決算説明をさせていただきます。アジェンダにしてもらって、アジェンダの方はこのようになっておりますので、ご確認ください。では、次のページに行ってもらって、で、エグゼクティサマリーから行かせていただきます。で、第一四半期なんですけれども、社内計画を上回る状態で推移しておりまして、順調な滑り出しでございます。で、IT インザ事業をですね、3月末で売却しましたんで、その分ですね、営業利益率は上昇していると。で、第一四半期にですね、売却益っていうところを計上しておりますので、特別利益は167億円程度ですかね。こちらがプラスされております。で、事業トピックとしてはですね、楽々生産と、シームレスに連携できるですね、楽々ビジネスカードの提供を開始しております。あとは、昨年ですね、協業を開始しました、プラスアルファコンサルティング社の株式をですね、追加で取得いたしまして、持ち分法のですね、適用関連会社化っていうところを予定しております。で、あと、先週発表させていただいたロボットペイメント社の株式を取得しまして、資本業務提携っていうところを締結いたします。で、一部ですね、投資戦略に関連した借り入れっていうところも実施する予定でございます。で、2020年、27年3月期の通期に関してなんですけれども、オーガニックな部分に関しては、順調に来ているっていう状態ではございますけれども、資本政策を踏まえてですね、その影響っていうところは現在精査中でございますので、それがですね、わかりましたらまたお伝えさせていただければと思います。はい。それでは、第一四半期のですね、連結業績に入ってまいります。で、IT 人材事業をですね、売却したので、その分の売上っていうのが、第一クォーター下がってるんですけれども、その影響をですね、上回ってですね、売上高っていうところが、微増している状態でございます。で、ポートフォリオはですね、変わりましたので、営業利益率等がですね、大きく上昇しておると。で、あとは、IT 人材事業のですね、売却益がございますので、純利益っていうところも非常に大きく伸びております。で、こちらがですね、売上高と営業利益の推移。こちらクラウド事業のみになりますね。で、クラウド事業のみで見ますと、イヤーオンイヤーで17.8%の売上高成長っていうところを実現しておりまして、営業利益率もですね、順調に上昇してきていると。はい。で、こちらがですね、IT 人材事業を含んだ部分になるんですけれども、イヤーオンイヤーで見たときにはですね、昨年よりかですね、少し IT 人材事業の売上が減った分をですね、埋め合わせた状態で成長することができていると。はい。で、こちらがですね、第一四半期の連結業績の数字ですね。で、IT 大事業のですね、20億円分ぐらいの売り上げがなくなったんですけれども、その分をですね、しっかりクラウド事業の方でプラスすることができておりまして、これに伴ってですね、売上原価っていうところも非常に下がっていると。で、売上高、総利益率、粗利率がですね、80%を超える状態になっております。で、販管費に関してもですね、しっかりと抑制が効いておりますので、営業利益以下っていうところがですね、伸びているような状態でございます。で、こちらがですね、人件費と広告宣伝費の推移なんですけれども、人件費はですね、IT 人材事業の譲渡によって、大きく落ちております。で、広告宣伝費に関してもですね、より効率的にですね、行っておりますので、広告宣伝費も抑制した状態で、第1クォーター進めております。で、連結営業利益のですね、前年同期比の増減要因となっております。で、売上高がですね、クラウド事業の方で、伸びまして、で、費用はですね、人件費とその他費用っていうところは増えておるんですけれども、広告宣伝費っていうところは、抑制ができていると。で、さらにですね、IT 人材事業のなくなったことによる利益減少要因っていうところをですね、埋め合わせて、しっかりとですね、営業利益っていうところを伸ばすことができております。
はい、こちらがですね、連結短縮対象表になっております。こちらはですね、ご確認いただければと思います。はい。で、ARR、ストック売上高比率の推移になるんですけれども、こちらですね、2025年12月にですね、500億円を突破して以降もですね、しっかり成長ができておりまして、ストック売上高比率もですね、高水準を維持しております。で、こちらがですね、サービス別の売上高となっております。で、楽々生産、楽々明細、楽々販売もですね、順調に成長しておりまして、で、その上でですね、楽々勤怠とか、あと楽々請求っていったところが伸びてきておりますので、全体としてはですね、17.8% の成長っていうところを実現しております。はい。で、こちらがですね、楽々生産のアクティブ顧客数及び解約率の推移となっております。で、19、これちょっとその解約率がですね、高く出ているように見えるんですけれども、これはですね、前期の第4クォーターがですね、解約率がですね、低くなっておりまして、その影響もあってですね、第1クォーターですね、少し解約率が高く出ている状態でございます。ただこれ、第2クォーターですね、解約率っていうところは、また低下する見込みでございます。はい。で、楽々明細のアクティブ顧客数及び解約率推移でございます。で、楽々明細ですね、今期広告宣伝費っていうところを結構落としているんですけれども、それをですね、しっかりと埋め合わせた上、その広告宣伝費を落としたにもかかわらずですね、しっかりと顧客っていうところを取れておりまして、そういった意味でですね、非常に生産性高くですね、お客様を獲得できているのではないかっていうふうに思っております。はい。で、こちら、楽々販売のアクティブ顧客数及び解約率推移となっております。で、楽々販売もですね、しっかりと顧客の獲得っていうところができておりまして、解約率はですね、ちょっと一進一退っていうところあるんですけれども、こちらもですね、引き続き、低減を目指してやってまいります。はい。で、事業トピックですね。で、まず、楽々自動体のですね、AI 機能っていうところをアップデートしておりまして、来たメールのですね、自動翻訳、あとはですね、そのメールに対して日本語で返信文を書けばですね、その来た言語に、これまた自動的にですね、翻訳した上でですね、で、さらにですね、逆翻訳っていう形で、日本語から来た言語に翻訳して、さらに戻した文章と比較することによってですね、ニュアンスを確認しながらメールを返すことができる、そういったAI 機能っていうところのアップデートをしております。このあたりはですね、特に海外とやり取りをするお客様には非常に高評価をいただいております。で、あとは、楽々自動応対のですね、FAQ を自動的に作成してメンテナンスするような機能っていうところをリリースしていっております。こちらもですね、顧客へぶつけたところの、印象、あとは、引き合いみたいなものは非常に順調に推移しております。はい。で、こちらはですね、楽々生産の伝票を自動的に作成するエージェントをリリースしております。で、こちらもですね、なんていうんですかね、領収書からですね、AI が判断してですね、人の代わりに、伝票を作成するようなエージェントでございます。こちらもですね、今お客様にご案内していっているところでございます。はい。で、あとですね、楽々ビジネスカードということでですね、楽々生産とシームレスに連携できるビジネスカードをですね、ラックスが提供を開始しております。はい。で、冒頭にも申し上げたんですけれども、プラスアルファコンサルティング社さんのですね、株式を追加取得いたしまして、8月の21日の段階でですね、22.21% までですね、取得する予定でございます。これによってですね、プラスアルファコンサルティングさんは、ラックスの持ち分法適用会社となる予定でございます。
で、これによってですね、より、まあ、2社のですね、協業っていうところを進めていければっていうふうに考えております。はい。で、これ、持ち分法適用開始化による会計処理についてなんですけれども、まあ、こちらはですね、ご確認いただければと思います。で、先週ですね、発表させていただいたですね、ロボットペイメント社との資本業務提携になります。で、こちらですね、3%程度の株式を取得させていただいて、まあ、ロボットペイメント社のですね、請求管理ロボを OEM を受けて、まあ、それをですね、ラックスが販売していくと。この債権管理分野に関してはですね、非常に楽々明細のお客様っていうところでですね、引き合いがございますので、まあ、より高機能な、まあ、請求管理ロボをですね、OEM 提供を受けることで、より拡販ができるのではないかっていうふうに思っております。はい。で、こちらがですね、直近の、まあ、主な、まあ、クラウド系の企業に対する投資の状況でございます。で、プラスアルファコンサルティングさんのまあ、あれですね、オアシスさんからお話しいただく前にですね、まあ、7月10日までにですね、マーケットの方で買っておりまして、その分が1番というところですね。で、そのプラスアルファコンサルティング社2っていうところが、今回オアシスさんからプラスで買う部分ですね。で、あとはロボットペイメント社は先ほど申し上げたところで、あとそれとは別にですね、まあ、上場しているフリーさんの株式っていうところを4.95%ほど取得している状態でございます。で、こちらはですね、まあ、まあ、準投資といったような位置づけになっております。はい。で、投資計画に対応した資金調達方針なんですけれども、まあ、基本的に、まあ、投資に関してはですね、エクイティでの調達ではなくってですね、借り入れによる調達っていうところで考えております。で、借り入れた資金もですね、キャッシュフローの中で、まあ、普通に返していくことが可能だというふうに考えておりますので、まあ、借り入れっていうところと、創出するキャッシュフローっていうところで、まあ、投資を行っていくっていうふうに考えております。はい。で、2027年3月期の連結業績計画になっております。で、こちらですね、まあ、投資の影響っていうところは現在精査中なんですけれども、まあ、オーガニックにやっていっている部分に関してはですね、基礎の、まあ、滑り出しっていうところも、まあ、順調ですので、特にこの計画っていうところは、実現可能だっていうふうに考えております。はい。で、人件費と構成年費の計画なんですけれども、まあ、IT 人材事業が、まあ、売却になくなりましたんで、人件費は、まあ、下がると。で、あと、広告宣伝費もですね、抑制して、その抑制した状態でですね、生産性高く受注していくっていうふうに考えております。まあ、なのでですね、非常に利益体質、キャッシュを生むっていうところを重視した経営っていうところに、シフトしていっているのが今のラックスの状態でございます。はい。で、2020年3月期のですね、連結営業利益っていうところなんですけれども、まあ、売上高が増えまして、で、広告宣伝費は抑制されて、まあ、人件費とその他費用が増えつつ、まあ、IT 人材事業の利益が減るんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、しっかりと営業利益を上昇させれている状態となっております。はい。で、こちらが EPS なんですけれども、まあ、今回で言えばですね、IT 人材事業の譲渡っていうところの特別利益は大きいですので、EPS は大幅な増加っていうところを見込んでおります。はい。で、こちら、株主還元に関してなんですけれども、まあ、累進配当方針通りですね、15期連続の増配を予定しております。で、まあ、起床時点でのですね、総還元成功は11.2%なんですけれども、あと、まあ、20%を超えるようにですね、期中にですね、追加での株主還元というところは、しっかりとですね、検討して実行していければっていうふうに思っております。はい。
では簡単ではありますけれども、第4四半期のですね、決算説明となります。ありがとうございます。